日本にはチームとしての完成度があるから、次は個で壊せる選手が欲しい。日本にはいい選手は多いけどワールドクラスがまだ足りない。ブラジルに足りないタイプのゲームメーカーとしてやれるんじゃないか。自分たちを客観的に見て厳しいと認められるのが日本の強さだと思う。世界の頂点に行くなら今のままでは何が足りないのかをしっかり見てる発言だから。両案の発言は素晴らしいよね。こんにちは、葵です。こんにちは、きなです。今回はブラジル戦翌日の堂安選手のインタビューがベトナムで話題になっているので、ベトナムサポーターと話していくよ。ベトナムサポーターってことはミンくんだね。そうだね。シンチャオ。シンチャオ。ミンくん。ブラジル戦翌日の堂安選手のインタビューがベトナムでは話題になってるって聞いたよ。どんなこと言ってたの？この日本代表の中で誰がブラジル代表に入れるのかと言い出した時にクエスチョンになるし、結局そこが今の日本代表の答えなんじゃないかというのは全選手感じていることかなと思う。って堂安が言ってたが、もうちょっとインタビューでは話してたけど本題はここだね。じゃあそのことを聞いてベトナムサポーターが何て言ってるか聞かせて。任せて。ミンくん、ベトナムでは堂安選手のインタビューをどう見てる人が多かったの？一番多かったのはこれはかなり正しい見方だねって感じだった。日本代表が強いのはみんな分かってるんだけど、それでもブラジル代表に入れるかって言われるとかなり難しいっていう受け止め方。そっか、日本も強くなってるんだけどな。もちろん。でも強いチームであることとブラジル代表のポジションを奪える選手がいるかは別なんだよね。堂安の言葉に対してアジアのチームがワールドカップでさらに上に行くならまずこの視点から始めないといけない。幻想だけで優勝を語るんじゃなくて、今どこが足りないのかを分かってる。そこが日本のすごいところだ。世界トップとの差をちゃんと見てるのは冷静だ。日本はプレー自体はいいし規律もある。でも世界トップと並ぶにはまだ個の部分で足りないっていう声はかなり多かったね。個は大切だよね。日本が評価されてるところはないの？一番言われてたのは日本は戦術、連携、チームワークで戦うチームだってこと。個人で無理やり突破するというより全員が同じ方向を見て動くチーム。11人が一つの機械みたいに動く。機械みたいに動く。特に前半は日本が走ってつないでチームとしてブラジルに対抗してた。前半の日本は良かったもんね。そう。でもその戦い方はかなり体力を使うって言われてたよ。全員が連動して距離を保ってずっと走ってプレスしてカバーする。これをブラジル相手に続けるのはかなりきつい。日本は最後まで走るって言われてるのに。日本は全員が一定以上うまい。でも逆に言うとシステムが噛み合ってる時は強いけど、どこかでずれると一気に苦しくなる。日本のサッカーはすごく整ってるけど、ブラジルみたいに一人のひらめきで壊すタイプとは違う。日本にはいい選手は多いけどワールドクラスがまだ足りない。ワールドカップでさらに上に行くなら組織だけじゃなくて個人で試合を決める選手も必要って声も多かったよ。うまいに越したことはないよね。日本の選手が悪いんじゃなくてブラジルの基準が高すぎる。そこを冷静に見た時に堂安の発言はかなり現実的だよね。でも逆に言うと日本はそこを分かってるから怖いんだよ。足りないところを分かってるチームは次にちゃんと伸びてくるからね。こって言ってるけど具体的にはどういうことってベトナムでは言ってるの？簡単に言うと一人で試合の流れを変えられる選手だね。日本は全員うまいしチームとしてはかなり完成されてる。でも優勝を狙うならそれだけじゃ足りないって言ってる人が多かった。ワールドカップの決勝トーナメントって相手も強いし戦術だけで全部うまくいくわけじゃない。日本はパスをつないで崩すのはうまい。でも相手が引いた時や押し込まれた時に一人で体を張ってボールを収めたり強引に決めきったりするタイプが足りない。相手が分かってても止められない選手がいるのは助かるよね。だから日本にもそういうワールドクラスの子が必要だって話になってたよ。ブルーロックを現実でやる必要があるんじゃないか。日本にはチームとしての完成度があるから次は個で壊せる選手が欲しい。どんな選手が名前出てたの？上田の名前は出てたよ。日本にとっては大事な選手だけどブラジル代表に入れるかという話になるとそこはかなり厳しい。厳しいか。そうだね。日本はいい選手が多い。でも世界を一人で壊すような選手が何人いるかって聞かれるとまだ足りないって声が多かった。名前が出てた日本人選手はそれだけ？まだまだたくさんいたよ。名前が出てたのは三笘、久保、冨安、玉田、鈴木、伊藤、上田、南野、遠藤だね。結構名前は出てるんだ。出てる。
ただ名前が出てるから入れるって感じではなかった。候補としては語られるけど、本当にブラジル代表でポジションを取れるかはかなり慎重な見方だった。一番名前が多かったのは誰？三笘はかなり多かったね。三笘なら可能性あるって見る人もいたけど、それに対してブラジルのウィング陣と比べると厳しいって反論もかなり多かった。三笘でも厳しいんだ。三笘は評価されてたけど、ブラジルのウイングにはビニシウス、マルティネッリ、ラフィーニャ、ロドリゴみたいな選手がいるって話になるんだよね。だからいい選手なのは間違いないけど、そこに割って入るのは簡単じゃないって感じだね。ベトナムサポーターはそこよりは下に見てるんだ。久保くんはどう見られてた？久保はブラジルのレベルに近いって見る人もいたね。ただ日本が世界トップと同じ土俵に行くには、久保みたいな選手が1人だけじゃなくて何人か必要。一人スターがいればいいってわけでもないんだね。一人だけじゃなくて、そういうレベルの選手が複数いることが必要。そりゃ多ければ多い方がいいよね。冨安選手はどうなの？冨安も結構名前が出てた。ブラジルのサイドバックが昔ほど圧倒的じゃない。そこなら可能性あるんじゃないか。ということはブラジル代表に入れそう？ただそこも簡単じゃない。数年前の冨安ならまだしも、今の状態で本当に入れるかは難しい。鎌田は面白い見方があったよ。ブラジルに足りないタイプのゲームメーカーとしてやれるんじゃないか。前半のリズム作りやプレス回避を評価してる人もいたね。ブラジル戦は前半に怪我しちゃってたのが痛かったよね。鎌田の良さを見てる人もいたんだね。いたね。ただ全体としては少数派かな。ブラジルの1軍はもちろん2軍に入るのもかなり難しいって多くの人は言ってたね。ザイオンならいけるでしょ。鈴木ならキーパー枠で入れるかもって人もいたけど、アリソンやエデルソンと比べるとまだ厳しいって感じだね。何でも否定ばっかで嫌になってくるね。確実に入れるって選手はいない感じだね。だからこそ堂安の発言はかなり現実的だって話なんだよ。じゃあ日本とブラジルは何が違うの？やっぱり後半だね。前半の日本はかなり良かった。でも後半になると体力とフィジカルの差が見えてきたって言ってる人が多かったよ。前半は日本がかなり走ってチームとしてブラジルに対抗してたけど、その分消耗も大きかった。ずーっと距離感を保ってプレスしてカバーして全員が連動するサッカーは本当に体力を使うからね。でもいつもそれしてるんじゃないの？ブラジル相手にそれを90分続けるのは難しい。しかもブラジルは後半にやり方を変えてきた。中央だけじゃなくてサイドに振ってクロスや体の強さを使ってきた。そこから日本が苦しくなった。日本は平均身長が極端に低いわけじゃないって話もあったけど、ヨーロッパや南米の選手は上半身の強さが違うって意見があったね。最後の失点につながる場面でも体をぶつけられた時の強さや急にボールを失った時の対応で差が出た。でもこれは日本だけじゃなくてアジアのチーム全体の課題として見られてた。大柄で強い相手に対して90分、場合によっては120分戦い切る体力と強度が必要だ。2018年のベルギー戦も最後はベルギーのフィジカルと圧力に押し返された。強豪は後半からギアを上げてくる感じがある。日本が少し落ちた瞬間に一気に持っていかれる。ブラジルに惜しくも負けたで終わるんじゃなくて、何が足りなかったのかを見てる。だから堂安の発言が重要なんだよ。日本も怪我人があんなに出なければ。そこはベトナムサポーターも分かってるし、日本サポーターと同じ気持ちだと思う。三笘がいれば、遠藤がいれば、南野がいれば、久保が万全ならっていう話はかなり出てた。その中でも特に三笘は惜しいって声はかなり多かったし、久保も日本の攻撃に違いを作れる選手だからね。でもブラジルも主力級や期待される選手がいなかったって反論してる人はいたけどね。三笘はすごいけど、怪我やコンディション面まで含めるとブラジル代表の競争に入るのは簡単じゃない。高いレベルを継続できるかも大切だ。それと日本は優勝を掲げてたけど、それについても話は出てたんだよね。なんて言ってるの？日本はアジアではトップレベルでもブラジル、フランス、モロッコ、セネガル、クロアチアみたいな相手と比べるとまだ足りない部分がある。アジアが弱すぎて予選の期間がもったいないってのもあるよね。確かにヨーロッパとか南米とかアフリカは強豪と予選とか公式戦できるもんね。今回もアジアは日本とオーストラリアしかノックアウトステージ行けてないし、アフリカなんてチュニジアだけが進めなかっただけだし、今回のワールドカップでアジアは日本がチュニジアに1勝、オーストラリアがトルコに1勝、韓国がチェコに1勝の3勝しかしてないんだよね。これはひどい結果。日本はアジアではかなり完成度が高いチーム。でも世界の強豪相手だと
決勝トーナメントを勝ち抜くためのもう一段上の力が必要になる。日本は公式戦でアジアの弱い相手としかできないっていうのも絶対関係してるよね。確かにアジアだと守ってばかりの相手としかできないもんね。でも日本は今回かなりいいチームだったし、もし相手がブラジルじゃなければもっと先に行けたんじゃないかって見る人もいたよ。ただ同時にブラジルに当たった時点でかなり厳しかった。日本が弱いんじゃなくて相手が悪かった。アジアはベスト16に残った国はなかったけど、アジアのチームがワールドカップで上に行くのに何が必要ってベトナムサポーターは言ってるの？強豪相手に90分120分戦い切る力、そして決定的な場面で違いを作れる選手が必要だって感じだったね。でも日本はそこに一番近いアジアのチーム。アジアで勝つだけなら今の日本でもかなり強い。でもワールドカップで本気で上を目指すならブラジル基準で自分たちを見る必要がある。世界の頂点に行くなら今のままでは何が足りないのかをしっかり見てる発言だから、両案の発言は素晴らしいよね。ここまでの話も日本が強いって前提があるからの話なんだよね。アジアの中でもかなり特殊なチームだからこそブラジルみたいな国と比べられてる。日本が普通のチームならそもそもブラジル代表に誰が入れるかなんて話をしてるのを聞いたらバカにされると思う。そこまで比べられる時点で日本がいいところまで来てるってこと。自分たちを客観的に見て厳しいと認められるのが日本の強さだと思う。今はブラジルとの差がある。でもその差をちゃんと見てるから次の日本がどう変わるのかが楽しみなんだよね。日本は強い。でも世界の頂点にはまだ差がある。その差を認めた上でどう埋めていくか、そこがこれからの日本代表の一番面白いところだと思う。ベトナムサポーターはこんな話をしていたよ。ミンくんありがとう。こちらこそ。ベトナムではサムライブルーの話題でよく盛り上がってるから、また何かあったら連絡するよ。ミンくんまたね。こちらこそ。それじゃあ変なプライ。変なプライ。日本はブラジル代表にはなれないか。インタビューにはその続きもあってね。それがないと分かっているから団結力で戦おうというのが今の日本代表の武器なので、やれることをやろう。今持っている手札武器で優勝を目指した結果があのやり方だったので、やりがいを感じながらやっていましたけどって言ってたよ。そっか。つまり実力差があってもここだけは絶対勝てるというポイントで勝負する。スキルが負けているから団結力で頑張ったんだね。実力差があってもここまで見せてくれたもんね。実力差が埋まって団結力と規律があればこれはワールドカップ優勝だね。君たちは強い。その実力を埋めるのが一番大変なんだけどね。でも原因が分かったのは大きいね。次に期待だよ。あと私ちょっと怒ってるんだけど。珍しい。どうしたの？私前回の動画でアウェーユニフォームになって頑張ったのに誰も何も言ってくれないんだもん。ユニフォーム着替えただけで1時間以上動画編集時間増えたのに。みんな気づいてなかったのかも。私も白いユニフォームになった時何も言われなかったし。じゃあ仕方ないか。皆さん奥さんの少しの変化にはちゃんと気づいてあげてくださいね。じゃあ今回はこれで終わりだよ。それではご視聴いただきありがとうございました。皆さんは日本代表でブラジル代表に選ばれる選手いると思いますか？ご視聴ありがとうございました。